はい、皆さんこんにちは。今日は目玉焼きを iPad で描く方法を紹介していきます。私がいつも使っている Procreate っていうイラストアプリを使ってこういうリアルな目玉焼きを描いていきます。で、Procreate にはレイヤーっていう機能があるんですけど、そのレイヤー別に黄身、白身、周りのカリカリっていう感じでこうレイヤーを分けて描いていくととてもうまく描けるので、それのやり方を紹介していきます。ぜひ皆さんもこれ見ながら一緒に描いてみてください。はい、じゃあ始めていきます。まず、プロクリエイトを立ち上げて、右上のプラスボタンから始めていきます。で、キャンバスサイズは何でもいいんですけど、今回はスクリーンサイズっていうキャンバスサイズで始めていきます。で、上の右から2番目、これがレイヤーパネルっていうところになるんですけど、これのレイヤー1を選択した状態で、まずは下書きを書いていきます。で、下書き書くときは、ブラシのスケッチっていうボックスの中に鉛筆 6B っていう、ブラシがあるので、これを使って、まず大体ざっくりでいいので、アウトラインですね。この目玉焼きのアウトラインを軽く書いていってください。で、サイズ調整したいときは左上の矢印ボタンです。これ押すとこんな感じでバウンディングボックスが出てくるので、これで位置だったりとか大きさを微調整することができます。はい、じゃあ次です。この上から色を重ねていくんですけど、まずこの下書きのレイヤーをちょっと薄めます。レイヤー1のところの隣にですね、N っていうボタンがあるので、これを押すと、不透明度っていうバーが出てきます。これをですね、左にスライドさせて、ちょっと薄めますね。こんな感じで。20% ぐらいにしてください。で、そしたら、新しいレイヤーを追加します。右上のプラスボタンで新しいレイヤーを1個上に追加してください。で、ここに色はですね、だいたいオレンジとか黄色を取って黄身を塗っていきます。で、使うブラシは、エアブラシっていうボックスの中に、ソフトエアブラシっていうのが一番上にあります。これですね。これを選択して黄身のところを塗っていきます。で、次白身塗っていくんですけど、今キャンバス自体が白なので、ここに白塗っちゃうと何塗ってるかわからなくなるので、まず背景の色をですね、ちょっと先に変えていきましょう。背景っていうレイヤーがあるので、背景選択して、今回ちょっとブルーぐらい、エメラルドグリーンぐらいにしていきます。で、そしたら新しいレイヤーを作ってください。で、黄身が一番上にあって、その黄身の下に新しいレイヤーを作って、そこに白身のですね、白を塗っていきます。はい、じゃあ次です。この黄身に対して色をどんどん追加していきます。で、そのやり方なんですけど、まずこの黄身のレイヤーですね。これをタッチしてください。で、そうするとですね、真ん中ぐらいにアルファロックっていうのがあるので、それをオンにします。で、このアルファロック何かっていうと、例えばちょっと違う色を選択して上から覗ってみます。で、そうすると、もともと描いたこの黄色のところからはみ出さないように塗ることができるんですね。これがアルファロックです。例えばこれアルファロック解除、オフにした状態で上から塗ってみます。で、そうするとね、こんな感じではみ出ちゃうんですけど、このね、陰影をつけていきたいので、はみ出したくないので、その時はアルファロックオンにしてもらって、で、この状態で上から塗るとはみ出さないように塗れるので、これはね、ぜひ覚えておいてください。なので、今アルファロックをオンにしたので、ここから、黄身のですね、オレンジ色のところだったりとか、ちょっと光が当たっているところを描いていきたいと思います。で、ある程度色がのせれたら、ここからぼかしツールで綺麗なグラデーションを作っていきます。上のところの指のマークがこれぼかしツールなんですけど、これ選択して、これもですね、ソフトエアブラシを選んでください。で、その状態で、今重ね塗りしたところの境目あたりですね、今まだらになってるんですけど、これをぼかしツールで上からなぞっていくと、こう綺麗にね、グラデーションで馴染んでいきます。なので、こんな感じで、自然に見えるまでぐりぐりね、なぞっていってください。
で、この上からさらに白いハイライトですね、もっとピカって光ってるところを描いていくので、この場合は新しいレイヤーを1個上に追加してください。新しいレイヤー4っていうのを作ったら、色は白を取って、ブラシはですね、ちょっと硬いやつです。少し硬めのエアブラシか、もしくは硬めのエアブラシ、どちらでも大丈夫なんですけど、あんまりボケてないブラシを選んで、このハイライトですね、キュキュってなってるところを、ピンポイントに描いていきます。はい、じゃあこんな感じで、黄身のところが描けました。今レイヤーはですね、黄身2個に分かれています。で、この要領で白身も同じように陰影をつけていくので、白身もアルファロックをオンにします。レイヤーのところをタッチして真ん中あたりのアルファロックを、選択ですね。で、そうするとはみ出さないようになっているので、この状態で、ちょっと暗めの色ですね、ブルーの暗めの色だったりとかオレンジの暗めの色を取って重ね塗りしていきます。Something to waste your time. You do something to waste mine. I write little poems about my sorrows. I write pretty songs for my one love. A chance to cater to my brainstem. When I hope it's romantic.はい、じゃあ白身ちょっとこんな感じで一旦止めます。結構ね、白身のところはしっかり書き込んでいかなきゃいけないので、ちょっと最後に回したいと思います。次、カリカリのとこね、周りのやつ書いていきます。新しいレイヤー1個上に作りましょう。白身のレイヤーの1個上に新しいレイヤーです。で、この状態でブラシ選んでいきます。ブラシはですね、インキングっていうボックスの中の滲んだインクっていうのがあるので、これを使って書いていきます。ちょっとね、ザラザラした表現が出てきて、結構私気に入ってるブラシなので、これを使って、周りをですね、ちょっと濃いめの茶色とか、濃いめの黄色とかを取って描いていきます。はい、じゃあカリカリこんな感じで完成です。で、次、ドロップシャドウをつけていきます。この床の面の影の部分ですね。で、新しいレイヤーを1個作ってください。この白身のすぐ下に新しいレイヤーが来るようにしてください。で、その作ったレイヤーの N のボタンを押して、次はですね、この、今標準ってなってるやつを定山っていう描画モードに変更してください。アルファベットは M ってやつになりますね。N から M にしてください。で、ここにドロップシャドウを描いていきます。で、ブラシはソフトブラシっていうのがあるので、それを使って色は黒を取って、描いていきます。で、このシャドウを描くときのコツなんですけど、左上から光が入ってるような感じで、右下にシャドウが来るように描いていきます。
この光の方向をちゃんと意識して描かないとリアルな絵っていうのは描けないので、ちゃんと光がどっちから入ってきてるのかなっていうのを考えながら、シャドウを付け加えていってください。Cause I'm feeling good. It's all the caramels. Yeah, I'm feeling good. Yeah, I'll start to cry. Cause I'm feeling good. It's all the caramels. I'm feeling. Yeah, I'll start to cry. Cause I'm feeling good. はい、じゃあこんな感じでドロップシャドウのところが完成になります。これオンオフするとね、こんな感じで全然リアル感が変わってくるのがわかると思います。で、さらにここからシャドウとハイライトを全体的に加えていきます。空間をちょっと演出していきますね。新しいレイヤーを作ってください。ドロップシャドウのすぐ下ですね。一番下かな？一番下にレイヤーを作って、これをですね、オーバーレイっていう描画モードにしてください。Waste mine. で、この状態で、例えば黒色を取って、ブラシはさっきと同じソフトブラシです。このソフトブラシで右下半分ぐらいかなをちょっとこれでなぞってみると、こんな感じでブルーがちょっと濃くなってきます。そうするとね、全体的にドロップシャドウがついたような、全体的にこう陰影があるような絵になってきますね。で、逆に白色を取って左上、ここから光が入ってきてるんですけど、ここをなぞるとこんな感じでね、こうピカッと光って光が差し込んだような絵になってきます。Yeah, I'm feeling good. Yeah, I'll start to cry. Cause I'm feeling good. It's all the caramels. I'm feeling. Yeah, I'll start to cry. Cause I'm feeling good. It's all the caramels. I'm feeling. で、ここまでできたらもうほぼほぼ完成で、最後はですね、この白身のところ、残ったところです。ここですね。ここをちょっとしっかりめに描いていく必要があります。で、ここはですね、皆さん何かしらこう写真だったりとか、この目玉焼きの上からね、撮ってる写真とかを見ながら、しっかりディティールを描いていくっていうような感じになります。で、私も今からちょっと描いていくんですけど、基本的に使うブラシはもうソフトブラシだけで描いていきます。ソフトブラシで、細さとか、ブラシの細さ、濃さを調整しながら描いていきます。で、一応右側に丸が今いくつもあると思うんですけど、これカラーパレットとして私こういう風に色を何色かここに出しておくんですね。で、それでスポイトを取って、どんどん色を変えながらやっていくと結構早いかなと思います。なので、ここからちょっとね、しっかりめに書き込んでいきますので、皆さんも、ちょっと頑張ってみてください。 And I start to cry. Cause I'm feeling good. It's all the caramels. Yeah, I'm feeling. Yeah, I start to cry. Cause I'm feeling good. It's all the caramels. I'm feeling. Yeah, I start to cry. And I'll do something to waste your time. You do something to waste mine. I write little poems about my sorrows. I write pretty songs. はい、ということで、こんな感じで完成にしたいと思います。私的にはね、もうちょっと書き込みたかったんですけど、今、撮影してて合計で1時間ぐらい経っちゃったので、さすがにちょっと SD カードがもうそろそろないので、ここで切り上げたいと思います。書ける人は、この白身のところを書けば書くほど、結構リアルな感じは増してくると思うので、ぜひ頑張ってやってみてください。最後ちょっとレイヤーのところを見てみます。一番下に全体的なハイライトシャドウがあって、その上に卵自体のシャドウが1個あります。で、その上に白身があって、で、周りのカリカリ、で、黄身があって、黄身のハイライトがありますね。で、一応一番上はカラーパレットとして使用してました。なので、だいたい10個以内にレイヤーは収まるかなと思います。
はい、ということで、今日は終わりにしたいと思います。ちょっと長めのチュートリアルになってしまったんですけど、たまにはね、こうやって真剣に絵を描くチュートリアルもいいかなと思ってやってみました。ぜひよかったらいいねボタンを押してください。で、皆さんもね、この卵焼きじゃないや、目玉焼き描いて、ツイッターとかなんかインスタとかに上げてもらえると嬉しいです。アミティ先生のハッシュタグ入れてもらえると見に行きますので、よろしくお願いします。はい、ということで、今日は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。